皆さんこんにちは、メリーです。今日はですね、肩書きがすごいですよ。群馬県伊勢崎市、指定重要文化財、雷よけの刀でございます。名前がすごいですね。ですね、もちろんですね、書いてこれなかったんで、手場でやるんですけど、今日は。ちょっと理由があって、いつも通りですね、バッチリ写真撮らせていただきました。それについてはですね、ちょっと、動画後半の方でお話ししていきたいと思います。早速見ていきましょう。いい感じで撮ってきましたよ。何がですね、雷よけかと言いますと、この中子に雷よけ時ってあるんですね。これが面白いんです。目はですね、雷よけ、三品源直道。おいて上州伊勢崎藩中作、これ。上州伊勢崎藩中においてこれを作るですね。完成11羊年9月吉日。文化財のキャプションの方にはですね、この末年ってこの上の棒がですね、長く書いてあるんですけども、これ羊年だと思うんですよね。中棒を見るとこの上の棒、横棒のが短いですし、完成11年は調べると羊年なので、多分羊年なんじゃないかなと思うんですよね。完成は13年までありますしね、9月も別に年末じゃないですから、羊年なんじゃないかなと思います。刀の出来を見ていくとですね、この時代にしては短いですね。新進陶器ですから、長いものが多い中で、この刀は八丁2尺1寸7分。この長さからもですね、この変わった銘文からも注文打ち、特注品の類であることが明白なのかなというところでございます。で、刃文はすぐ刃で真面目な刀ですね。時間ではですね、こういった目が積んで、疑れももちろんなくですね、出来としてなかなか、よろしいと思います。ただ刃先の方はですね、ちょっと薄さび出てきてしまっていますね。薄くちょっと白くなっています。群馬県南部ですね、特にこの伊勢崎を中心とする、群馬県南東部は全国的に見てもですね、非常に雷が多い地域なんですよね。雷とかですね、夕立とかっていうものは恵みの雨をもたらす一方で、当時の人々にとってはですね、落雷とかで、人命はもちろんその火災が起きると消火は大変なことになりますから、非常にですね、そういった意味では畏怖の対象というか、畏敬の対象というか、そういったものであったのは想像に難くないところであります。北陸などの日本海側も雷が多い地域として有名ですが、群馬や栃木も夏場の雷が多く、この辺りを中心に雷神などを祀った雷電神社が存在します。現在は20社ほどありますが、明治初期の記録では350社ほどあったそうです。それだけですね、やっぱこの土地に暮らしてきた人たちのその雷への思いというのはですね、雷電神社の数もそうですけれども、こういった刀の中子にも着られるぐらいですね、切実で、かつ身近な存在であったんじゃないかなというふうに伺い知れます。全国的にこういう名ってあるんですかね。ちょっと知らないですけど、勉強不足でですね。雪が多い地域だったらなんか雪よけとか、高波が多い地域だったら波よけとかね、なんかあるのかな。波の平雪安とかは、波が平で行くに安しとかって言ってですね、漁業とか海に携わる方にとっては珍重されるなんて言いますけども、他にもあったりするんでしょうか。ちょっと気になるところでございますね。これはそのなんか RPG の世界観とかあったら
雷属性を無効化する効果はあるんでしょうけども、我々は残念ながら現実の世界に生きてるんで、多分攻撃力はちょっと上がるぐらいだと思うんですけどね、この雷よけの刀装備しても、なかなか面白いと思います。でですね、ちょっと命についてもう少し話していくと、これを打った直道ですね、道名という文字で、ピンとくる方、名前のですね、道の字で、ピンとくる方、いろいろいると思うんですけども、東国の人ではありませんね。大阪生まれの刀鍛冶です。今日の名門、三品派ですね。丹後の神兼道の6代目にあたる人物であります。江戸に出た後にですね、この上州伊勢崎の、堺家のお抱えになって、その時代に打ったのがこの作品ですね。で、才書きありますね。佐藤寛山先生、関東科、刀剣研究家としても大変有名な寛山先生の才書きがございます。せっかく書いていただいたので、結構しっかり書いてくれてますしね、内容とかも。登録書をテープで貼らない方が良かったと思うんですけども、ちょっと今となっては仕方のないことですね。幅木も雷を意識しているのかどうか、ちょっと命名感じ方違うと思うんですけども、変わった形のですね、幅木がついています。確か金木製じゃなくて色絵だったと思うんですけれども、ちょっと記憶が曖昧ですけどもね、そういった感じの面白い、幅木がついております。で、なんでこの刀撮影してきたかというとですね、これは個人像なんですけども、現在管理されている方がですね、だいぶ高齢で金銭的に、条件が合う方がいたら融通したいというふうに話でですね、撮影してきました。でですね、伊勢崎市の場合は文化財指定を受けているものでも基本的に売買可能だということは確認しているので、一応そういうことはできます。でですね、ベテランの方とかにいろいろ聞いた感じ、実際にやっぱりこうやってですね、地方都市の指定文化財が市場に出回るっていうのは、たまにあるらしいんですよね。で、基本的にはですね、文化財指定を受けた自治体の外に出る場合ですね、今回で言えば伊勢崎市の外にこの刀が出てしまう場合は文化財指定は解除されます、基本的に。で、その金銭的な条件がですね、一つネックになっていて、購入したのが多分ですね、私の想像だと、やっぱバブル前後だと思うんですけれども、その時を若干下回るぐらいの金額が欲しいということなんですよね。そうするとですね、私が自信を持って皆さんにご案内できる金額を超えてきているので、自分はちょっと取引には関わることはできないかなというところなんですよね。なんでもし興味があるっていう方がいらっしゃれば直接やり取りしていただくような形になると思います。別にね、超リッチな石油王とかそういった人だったらいくらでもないと思うんで全然平気だと思うんですけども、ちょっと自分としてはいつもですね、動画とか見てくれてる人にご案内できるような金額ではないので、ちょっと今回はすいません、そういう形でよろしくお願いしたいと思います。はい、ということでですね、今日はなかなか面白い、共同塔でした。非常に珍しくてですね、群馬の人以外で興味ある人いるかわかんないですけども、雷よけということです。なかなか面白かったと思います。ではまた。